はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。ジャックさん、先週は久々に動画をアップできませんでしたね。そうなんだよ。風邪で1週間具合悪くてね。喉も鼻もやられて、聴力にも影響出たんで、聞き込みができず、動画も作れなかった。そうだったんだ。で、もう治った？やっとね。聴力も戻ってきたよ。それは何よりです。さて、今回のモデルは、サカか、サーガで読み方ちょっと迷ったんですけど、ジャックさん、どっちでしょう？調べてみると、上の回答だったんで、サーガで進めようか。でも、固有名詞だから、サガもありえるけどね。そうなんですね。では、K セットサーガの読み方で進めますね。サーガはバランスドバージョンとベースインプルーブドバージョンがあって、価格はどちらも3000円台だけど、ベースバージョンが500円ぐらい高めの設定だね。今回送ってもらったのはどっちだっけ？ベースインプルーブドバージョンよ。定域強化版ね。そっか。最近の KZ の傾向からすると、ベースバージョンの方がうちらの耳には合ってそうだね。パッケージ内容は、簡易梱包ってやつで、外箱はちっちゃい。ケーブルのイヤーチップもおなじみのやつだけど、ケーブルは低価格帯のモデルにバンドルされるやつだね。ジャックさん、このケーブル使う？使わない。音収録と視聴は最初からリケーブルした状態でやるよ。そっか、箱出し最初の視聴の印象はどうだったの？価格知らないで聞いたんだけど、かなり良かったわ。これが EDX Pro X とかの1000円台の価格帯だったら驚異的だなぁなんて思ったんだけど、さっき3000円台って価格見て納得。ナイス HCK ディープスノーにリケーブルして聞いてるっていうこともあるけどね。お気に入りケーブルですね。外観は CCA のモデルに寄せた感じで CCA としてリリースしても違和感ないですね。シェルがオールライン合金なのが特徴です。この文章は KZ の Web を翻訳したものですが、表現がオーバーな感じ？思わずクスッと笑いそう。でも、オールライン合金のシェルのモデルは KZ でも少なくて DFi とか ZVX がパッと頭に浮かぶぐらい。そんなわけで結構重さがあるのよね。フェイスプレートのこの部分が空いてるけど、音漏れるの？そうね。これは漏れてくるよ。セミオープン設計の記載はないけど、聞いた感じどうでした？結構開放感あったよ。サーガのセールスポイントは、よりバランスの取れたサウンドと、より広大なサウンドステージで、リケーブル、バランス接続で、さらに聞き心地が良くなるわ。今回の KZ は、超高域態ドライバー搭載、ハイブリッドドライバーを凌駕するんだそうだ。で、ハイブリッドドライバーを搭載したモデルの時は、ダイナミックドライバーでは出せない音って言うんだよね。そうそう。まあ、セールスワードだからね。適当に聞き流しましょう。今日は随分冷めてるな。波形はこんな感じ。バンドルイヤーチップは結構内径が絞られているようで、ファイナル E に似た傾向になってるね。視聴の最初に装着したのがリバイナスベルベットだったので、ベルベットを基準にしようと思う。ベースインプルーブドバージョンということもあって、バランスが低域寄りに見えるので、6キロ付近をあんまり絞らなくてもいいかな、というのも理由の一つ。比較モデルはこれです。ドライバー構成はどちらも 2TD でサーガとは違うんですが、キャスターベースバージョンは低価格帯では低域をかなり出していたので、チューニングスイッチの設定を1100にして低域が一番出る状態と比較しています。メルガはキャスターハーマンターゲットバージョンに似た感じの波形で、中高域以上が綺麗に出る印象なので選んでみました。音調整の基準はサーガ、ケーブルはナイス HCK ディープスノーでバランス接続ね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。波形通り、低域はサーガ、中高域以上はメルガといった出方だったわね。メルガは低域が弱めだから余計に中高域以上が目立つよね。サーガって超低域がすごいんだね。重みのある感じ、聞いててわかるよね。でも低域寄りのミックスの曲を聴いても不自然な感じはあまりないし、中高域以上を邪魔する感じはちょっとはあるけど、特別気になるほどでもなかったな。キャスターベースバージョンで一番低域が出るスイッチ1100のセッティングの低域をしのぐ超低域は、低域好きな人は結構魅力を感じるんじゃないかしら。そしてこの中では波形がより滑らかに見えるよ。この波形で中高域以上がしっかり聞こえるのにも驚いたね。キャスターやメルガに比べるとちょっと中高域が弱いのは波形通りだし、低域にマスクされる感じは少しあるけど、なんか今までとちょっと違う鳴り方してる気がするわ。ドライバーの効果ですかね。そうなんだろうね。2人ともよく聞き込んでくれてるみたいだから、聞いた印象も一緒に話そうか。そうだね。低域は結構話せてるけど、まだ何かあるかな。超低域の出方がすごい分、量感優先気味には感じたわね。バランス重視の人には向かないかも。中低域から中域の減衰幅は少なく、低域からのつながりはいいし、中域自体の再現性も高いね。2キロ以降のレベルがメルガと同じぐらいだったらさらに良かったように思うよ。高低のバランス考えた場合ってことでしょ。そう。自分の耳にはちょっと不足感があるからね。低域を EQ で少し落とせば解決はするけど、できればこの超低域はそのまま聞きたいからな。ただ、とても開放感のある鳴り方なので、低域が程よく抜けてバランスが破綻しないのがサーガの特徴だろうね。開放感あるんで、シンバル系があまりうるさく感じませんし、ボーカルが刺さる感じもしなかったかな。価格も考慮した上で、愛は最近聞いた中では気になるモデルなので、サーガは買おうと思います。3000円台だし、ビギナーの人には EDX 系をスルーして、サーガ買ってほしいって思うね。じゃあ、全員のおすすめでいいってことかな。そうですね。そうだね。了解。ということで、KZ サーガのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。